皆さんこんにちは。日本語リスニングポッドキャストへようこそ。今日は日本のお城を訪ねるというテーマでお話しします。最初にエピソードの下にある漢字リストとリスニングクイズをぜひチェックしてください。そしてこのチャンネルが役に立ったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。お城と聞くと皆さんはどんなイメージを思い浮かべますか？高い石垣や白い壁、そして天守閣が太良に向かって立っている姿でしょうか？日本のお城は昔の戦いのために作られた建物ですが、今では歴史や文化を学ぶ場所として人気があります。観光地としても多くの人が訪れるスポットです。日本各地にはたくさんのお城がありますが、特に有名なのは姫路城、大阪城、名古屋城、そして松本城です。どのお城も長い歴史を持ち、美しい建築や雰囲気を楽しめます。観光で訪れると写真を撮ったり、展示を見たり、ゆっくり歩いて昔の雰囲気を味わうことができます。お城に入る前に、まず目に入るのは石垣です。大きな石が積み上げられていて、近くで見ると本当に迫力があります。昔は敵が入ってこられないように、わざと高く、そして登りにくい形に作られました。石垣を見上げながら歩くと、戦国時代の人たちの工夫を感じられます。そしてお城の門を通ると広い敷地が広がります。そこには庭や小さな建物があり、季節によって美しい花を見ることができます。春には桜、秋には紅葉がとても綺麗で、多くの観光客が写真を撮ります。お城と自然の景色の組み合わせは本当に日本らしい雰囲気です。お城の中には天守閣と呼ばれる高い建物があります。ここはお城の中心であり、昔は戦いの時に指示を出したり、見張りをしたりする場所でした。今では観光客が中に入れるようになっていて、展示や歴史の説明を見ることができます。上まで登ると街の景色が一望できます。天守閣の中は木の階段がとても急で、登るのが少し大変です。しかし、当時のまま残されているので、昔の生活を感じながら歩けます。壁には古い武具や道具の展示があり、武士の暮らしや戦いの様子を想像できます。まるでタイムスリップしたような気分です。天守閣の最上階に着くと、広い窓から周りの景色を楽しむことができます。街並みや山、川などが見えてとても気持ちがいいです。昔の武士たちもここから敵の動きを見ていたのでしょう。今は観光客がわあ、綺麗と言いながら写真を撮っています。お城の見学を終えた後はお土産屋さんを覗いてみましょう。そこではお城にちなんだキーホルダーやお菓子、歴史に関する本などが売られています。観光の記念として小さなものを買うのも楽しいです。特に子どもたちは侍や忍者のグッズが大好きです。お城の近くには美味しい食べ物のお店もたくさんあります。例えば大阪城ならたこ焼き、名古屋城なら味噌カツなどご当地グルメを楽しむことができます。観光と一緒にその地域の食文化も味わえるのはとても魅力的なポイントです。お城を訪れる時のおすすめの季節はやはり春と秋です。春は桜の花が咲き、お城とピンクの景色がとても美しいです。秋は紅葉が色づき、歴史ある建物と赤や黄色の木々が調和して幻想的な雰囲気を作ります。写真好きの人には特に人気の季節です。夏にお城を訪れると、暑さの中で昔の人々の暮らしを思うことができます。天守閣の中は風が通らず、かなり蒸し暑く感じることもあります。逆に冬には雪が積もり、白いお城と雪景色がとても美しいです。どの季節に行ってもそれぞれの楽しみ方があります。お城に行くときには歩きやすい靴がおすすめです。階段が急であったり、石畳の道があったりするので、ヒールの高い靴では大変です。また、天守閣に登るときは少し体力も必要なので、水を持っていくと安心です。準備をしておくと快適に楽しめます。観光客の中にはガイドツアーに参加する人も多いです。ガイドさんが歴史や面白いエピソードを説明してくれるので、とてもわかりやすくより深く楽しむことができます。もし日本語が難しいと感じる人でも、英語や中国語の説明がある場合も多いです。
お城には必ずと言っていいほど伝説や物語があります。例えばお城に住む幽霊や隠された財宝など少し怖くてワクワクする話です。これらの物語を知ってから見学するとまた違った楽しみ方ができます。子供から大人まで興味を引くポイントです。またお城の周りには公園や広場があることが多いです。地元の人たちはそこで散歩をしたり家族でピクニックを楽しんだりしています。観光だけでなく地元の人々の生活の一部としてお城が残っているのも日本の文化の面白いところです。最近ではお城のライトアップイベントも人気です。夜になるとお城が美しい光で照らされ、昼とは違った幻想的な姿を見ることができます。カップルや友達と一緒に行くと特別な思い出になるでしょう。夜のお城は昼間より静かでロマンチックです。お城を訪れることで日本の歴史や文化を身近に感じることができます。石垣や門、天守閣の中を歩くと昔の人々の知恵や努力を想像できます。そして観光客だけでなく地元の人にとっても大切な場所であることがわかります。お城は今も生きている文化です。観光の最後にはお城を背景に記念写真を撮るのがおすすめです。友達や家族と一緒に笑顔で写真を撮ればきっと良い思い出になります。SNS にアップする人も多く、日本旅行のハイライトとして人気です。お城の姿は日本らしさを一番表す景色の一つです。今日は日本のお城を訪ねるというテーマでお話ししました。お城の歴史や雰囲気、食べ物や季節ごとの楽しみ方などを紹介しました。最後にもう一度お知らせです。エピソードの下にある漢字リストとリスニングクイズをぜひチェックしてください。そしていいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。